今日ちょっとなんか珍しいテーマについて話そうと思います。まあなんかメディア論みたいな感じで、これなんでこんなことを言おうかなと思ったかっていうと、私はその25、6歳ぐらいの時から英語をガチり始めて、英語圏のドラマとかめっちゃ見てたんですよ。そのネットフリックスに登録してひたすらブレイキングバッドとか、なんかブラックミラーとか、もうずーっと見てたんですよね、何百時間も。イマージョンみたいな感じ。まあ違うかもしれないけど。まあとにかくだから、日本語使うのやめて、英語だけで、もう、日本のメディア見てると日本語を使っちゃうから、そうするといつまでも英語を覚えないなと思ったんで、メディアをシャットアウトしちゃったんですよ。なんかもう好きだったアニメとか見るのやめて、全部英語にしたんですね。そしたらまあちょっと気持ち悪くなったんですけど、まあちょっと精神的には良くなかった。それはいいんですけど、まあで、それでだんだんいろいろ気がついたことを、なんかまあじゃあ別に英語の勉強以外でなんですけど、気がついたことの一つとして、日本語圏のメディア作品を見てると、当然なんですけど、いろいろなトロープっていうんですかね。クリシェっていうかな。まあ、要するに、日本のじゃあアニメとか見てたら、こういう演技の仕方をするとか、こういうストーリー展開、キャラクターとかなんかみんな、だいたいパターンみたいなのがあるわけですよ。別にじゃあアニメだけじゃなくて、まあドラマでもそうです。別にいろんなもので、とにかく日本的な表現の仕方、表現のなんか偏りみたいなものがあるわけですよね。で、別にそれじゃあ日本だけじゃなくて、海外でもそうです。じゃあまあアメリカのドラマにはまあじゃあそのアメリカ的な表現の仕方、偏り、キャラクター造形、好まれるストーリー展開でいろいろあるわけですよ。で、こういうのを、まあだからアメリカに生まれて、日本に生まれてその国の中でずっと過ごす分には、そういうのは全然問題にならないわけです。ですけど、私はじゃあ、クリエイターっていうか小説書いたりとか、まあそういうことやってるんですけど、まあそういうのをやってる人間として、あんまり一つの表現方式っていうんですかね。それに飲まれすぎてしまうと、日本人にとっては面白いけど、日本人にとっては直感的に理解できるけど、他の国の人にとってはそうではないものができてしまうみたいな感じ。それ自体は悪いことではないのかもしれないけど、私文化って全部トキシックなんじゃないかなと思ってて。だから、これがいいとか、これがかっこいいとかっていうのは、全部洗脳なんですよ。まあだってじゃあ、こういうストーリー展開でなければならないとか、こうでなければ受けない。みたいななんかまあじゃあ私はウェブ小説サイトとかも使ってるんですけど、日本のウェブ小説では特定のジャンルのものしか受けないというふうに言われて、まあ実際そういうものが伸びてるわけですけど。でまあじゃあもうそういう業界に行くと、もうそうでない、なんか特定のジャンルというか、特定の型にはまらないものはダメだっていう感じになっちゃうんですよね。私はそれはまあトキシックだと思ってるんですけど、でも、まあじゃあ別にそのウェブ小説界隈だけがトキシックなのかってそうじゃなくて別にもうすべてのメディアがそうなんですよ。別に映画だろうが、アニメだろうが、ドラマだろうが。で、どの国にも、まあ、トキシシティがあって。で、それのみんな押し付け合いなわけですよね。で、どこに所属するかっていうだけです。で、私は、そのトキシシティの中で押し寄せてくる方でなければならないんだっていう、なんかそういう洗脳を何とかして、そこから免れたいと思って、無意味なことをしてるわけですよね。ですけど、それは本当に人間である以上難しいのかなっていうのもすごい思いますね。まあ、じゃあさっきの話に戻ってきて、まあ、英語圏のドラマとか、まあ、その映画とか、まあ、しょっちゅう見てたんですけど、で、まあ、最近は普通にアニメとか見るようになりました。まあ、別に、やっぱり日本語圏のメディアに触れないのもちょっと精神衛生良くないかなと。普通にじゃあ、日本のテレビ番組でも見るようになったんですけど、やっぱね、戻ってきた当初、変だなって思ったんですよ。私の元々の文化ですけど、昔はよく見てたテレビ番組とかそういうものに対して、なんかおかしいな。まあよく言うじゃないですか。例えばじゃあ日本のテレビ番組、食べ物の番組ばっかりだとか、あとナレーションが大げさすぎるとか、なんでいちいちテロップついてんだよみたいな、なんかいろんなことを言われるわけです。特定の言い方やり方っていうんですか、なんかそういうものにずっと触れ続けると、まあ最初はだから変だなって思う、なんかそれがだから初期段階ですよ。で、だけど慣れてくる段階があって、で、それで今度は、それを自分自身が身にまとい始めるんですよ。気がつかないし、最終段階。で、それが私が日本人であるってことなんですよね。で、まあ私が結局そこに戻るまでの時間っていうのはそんなに長くなくて、まあ日本のテレビとかアニメとか見てるうちにだんだんそこに戻ってきちゃったわけですよ。で、そうするとなんか自分の文化に対しての疑いがなくなっちゃうんですよね。で、それってまあだから多分外国人の方がまあ日本に来た時とかになんか感じてる違和感みたいなところに私は戻れなくなってしまう。
なんかだから気がつかないうちにその自分の当たり前をその人たちに押し付けちゃうみたいなことがあるんじゃないかなみたいな。私常にやっぱそういうことについて考えながら生きたいなっていうふうに、日本以外の国の人と関わっていきたいなっていうふうに思ってるので、なんか皆さんはなんかそういう経験とかありますかね。なんかまあわかんないですけど、すごい抽象的な話なんですけど。まあそんなお話でした。はい。